皆さん、こんにちは。このコーナーの内容は、本から引用しています。自由と愉快の国、著者、オリビア・ウィルソン。自由の国、陽気な家庭を購読するために歓迎します。独占著作権。私のアメリカ史へようこそ。アメリカ史のクリフノトをバントでも呼ぼうか。長く退屈な歴史書を読んで時間を浪費する必要はないだろう。私は、この本が有益であり、同時に面白いものであることを約束します。さて、あなたが何を求めているのか、私は知っています。この人にアメリカ史の本を書く資格があるのだろうか。私は10年生の歴史で A を取ったことがあり、ディズニープラスで、ハミルトンの全エピソードを見たことがあります。だから、私は基本的に専門家だと言っていいと思う。しかし、真面目な話、私がこの本を書いたのは、歴史は楽しくなるものだと心から信じているからです。歴史は、ただ死んだ老人たちの退屈なスピーチの束ではありません。歴史は、私たちの国や世界を形作った一連の壮大な物語なのです。ボストン茶会事件から月面着陸まで、魅力的な物語にこと書くことはないのです。それに、アメリカの歴史はちょっと異常なんです。ワニと格闘した大統領、豚をめぐっての戦争、その他にもおかしなことがたくさんあります。さあ、シートベルトを締めてください。この本では、私たちがどのように今日に至ったのか、過去をワイルドに駆け抜けます。私がこの本を書くのを楽しんだのと同じくらい、皆さんにもこの本を楽しんでいただけたらと思います。もし、そうでなければ、私の高校の歴史の先生が、もっと面白いことを教えてくれなかったとでも思ってください。第一章建国の父たち、彼らはみんな、密かに。一角10。ジョージ・ワシントンが桜の木を切り倒し、トーマス・ジェファーソン。トーマス・ジェファーソンは独立宣言を起草し、ベンジャミン・フランクリンは電気を発見した。しかし、もしかしたら、彼らは普通の人間ではなかったかもしれない、と考えたことはありませんか。もし私が、建国の父たちが実はユニコーンの変装をしていたとしたらどうでしょう。聞いてください。彼らはみんな、魔法生物と呼ぶにふさわしい特徴を持っていました。例えば、ジョージ・ワシントン。この男は6フィート2インチで、鮮やかな青い目をしていて、決して嘘をつかなかった。嘘をつかないこれがユニコーンの行動でないなら、何がユニコーンなのかわからない。さらに、彼はネルソンという名の馬を飼っていた。神話に登場する生き物のような雰囲気です。それから、トーマス・ジェファーソンは、優れた作家であり、発明家であり、ワイン鑑定家でもあった。彼は、自分の家、モンティチェロも設計しました。この家は、基本的にユニコーンの夢の家です。そして、彼の髪を見たことがありますか？そのような流れるような髪は、魔法のような存在にしか持ち得ないものです。しかし、最も説得力のある証拠は、ベンジャミン・フランクリンのものです。この人は雷と電気に取り憑かれていました。雷と電気に取り憑かれていました。これが自然現象に対するユニコーンレベルの魅力でなければ。それが自然現象に対するユニコーンレベルの魅力でないとしたら、私には何がそうなのかわかりません。さらに、彼は基地と魅力で知られ、それは基本的には、私はすごいんだぞという意味です。なぜ建国の父たちはユニコーンなのか。考えてみてください。彼らは植民地時代の一団を、新しい国を作りました強力な魔法だ。それに、彼らは、自由と平等のために戦った。それは、間違いなくユニコーンの価値観です。そんなバカな、と思われるかもしれません。しかし、私は事実を見て、彼らが、ユニコーンが少しは法にかけられたと言えるか。また、ユニコーンでなかったとしても、彼らは、この国を今日の姿にするために貢献した、とても素晴らしい人たちなのです。もちろん、他の建国の父たちもユニコーンである可能性があることを忘れてはならない。
アレクサンダー・ハミルトンは、角の代わりに羽ペンを持っているような書き方をしていました。そして、正義に燃える情熱を持ち、カツラの下にユニコーンのたてがみを隠していたかもしれない。隠し持っていたかもしれない。しかし、本当のことを言うと、建国の父たちに関する最も不思議なことは、彼らが作った国です。アメリカ合衆国は、自由、民主主義、万人のための正義という原則のもとに建設されました。すべての人に正義をこれは、ニコーンレベルの素晴らしさです。今度、建国の父について考えるときは、この説を考えてみてください。もしかしたら、彼らはみんな、新しい国を作り、すべての国民の権利のために戦うために、魔法を使ったのです。ユニコーンだったのかもしれません。あるいは、彼らは本当に素晴らしい人間だったのかもしれません。いずれにせよ、私たちは、この人たちのおかげで、自由の国を作ることができました。自由な国、勇者の故郷を作ったのですから。しかし、もしかしたら、この話には続きがあるのかもしれません。もしかしたら、ユニコーンが建国の父たちにインスピレーションを与えたのかもしれません。もしかしたら、ユニコーンが建国の父たちのインスピレーションを与えたのかもしれません。ユニコーンは、私たちが想像していたよりも、もっと積極的な役割を果たしたのかもしれません。いずれにせよ、可能性を考えるのはいつだって楽しいことです。そして、もしかしたら、建国の父たちは本当に、もしかしたら、建国の父たちは本当にユニコーンだったのかもしれません。結局のところ、真実は小説よりもきなり、なのです。今度、ジョージ・ワシントンの銅像を見たり、星条旗を聞いたりした時には、その可能性について考えてみてください。建国の父たちがユニコーンであったという可能性について考えてみてください。そうすれば、この国の魅力と素晴らしさをより一層実感できるかもしれません。そして、たとえ彼らがユニコーンでなかったとしても、私たちは彼らが成し遂げた驚くべきことを祝うことができます。彼らは新しい国を作り、自由と平等のために戦い、そして今日も私たちが感じることのできる永続的な遺産を残しました。その遺産は、今日でも私たちの心に残っています。ユニコーンを信じる人も信じない人も、この機会に、建国の父とすべての人に敬意を表しましょう。ユニコーンを信じるかどうかにかかわらず、建国の父と、彼らがこの偉大な国のために言ったすべてのことに敬意を表しましょう。そして、もしかしたら私たちは、彼らの模範から何か一つや二つ、学ぶことができるかもしれません。彼らは、私たちに次のことを教えてくれました。彼らは、私たちが団結し、自分たちを信じ、望みのために懸命に働けば、何でも可能であることを教えてくれました。彼らは私たちに教えてくれました。ですから、あなたが歴史ファンであれ、ユニコーン愛好家であれ、あるいはただこの国を愛している人であれ。建国の父と、彼らが象徴するすべてのものに感謝する時間をとってください。なぜなら、私たちはみんな、偉大な存在であり、その魔法はほんの少しの努力と決意があれば手に入ることを教えてくれます。私たちはみんな、偉大な存在であり、魔法とはほんの少しの努力と決意であることを教えてくれるのです。建国の父たちに関する10の楽しい事実。1、ベンジャミン・フランクリンは、全裸で開いた窓の前に座り、空気浴をするのが習慣だった。2.2、トーマス・ジェファーソンは、回転椅子と、食品用エレベーターの一種であるダムウェイターを発明した。3.3、ジョン・アダムスは、当時、大統領官邸と呼ばれていたホワイトハウスに住んだ最初のアメリカ大統領である。当時は、大統領官邸または、大統領官邸と呼ばれていた。4、ジョージ・ワシントンはダンスが好きで、軍服のままでも何時間も踊り続けていたそうだ。5.5、アレクサンダー・ハミルトンは、かつてアーロンバーと決闘し、残念ながらハミルトンは死亡した。6.6、
ジェームズ・マディソンは身長5フィート4インチしかなく、アメリカ大統領として最も背が低かった。7.7 影響力のある小冊子、コモンセンスを書いたトマス・ペインは、実はイギリス生まれである。8.8 ジョン・ハンコックは、独立宣言に最初に署名した人物であり、彼の名前は署名の代名詞となったほど、大きく、大胆に署名した。9ジョージ・ワシントンは、人間の歯、動物の歯、象牙を組み合わせて作られた菓子を持っていた。10ベンジャミン・フランクリンは、友人が経験した胡蝶の問題についてエッセイを書き、その友人がガスを集める特別な装置を身につけることでその問題を解決できると提案したことがある。皆様、ご視聴ありがとうございました。この番組は、苦戦的にライセンスされています。